ないんです。今回の動画なんですけど、いつも僕の調理ってすごく長いと思うんですよ。なのでコメント欄とかで、いや参考にならねえよっていう声もちらほらと拝見してたんですよ。だからっていうわけでもないんですけど、今回はどちらかというと、パパッとできて、なおかつ作り置きもできて、何かと便利かなって思うものを作っていこうと思います。では前置きはここら辺にしておいて、早速今日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。ではまず今回のソースから作っていこうと思うんですけど、今回ものすごくシンプルにトマトベースのソースにしていこうと思います。では早速本日の材料を、せーの。こちらからホールトマト缶、玉ねぎ、ブラウンマッシュルーム、ニンニク、塩、胡椒、バジル、チリパウダーですね。正直このブラウンマッシュルームとバジルとチリパウダー、ここら辺はなくてもいいのかなとは思うんですけど、あったらあったで香りが良くなるのかなと思います。で、今回の比率なんですけど、こちらから3つ、第4つ、第8つ、適量っていう感じです。何分今回量が多いので、より作りやすい分量で比率をね、落とし込んでもらえたらなと思います。ということで、ここからこの玉ねぎを刻んだりだとか、ニンニク刻んだりだとか、そういったお時間に参ります。で、今回こういった感じでもう塊にしてあるんですけど、この後結構長時間煮込むので、その間にこの塊ももうボロボロに崩れていくのかなと。ニンニクの下準備の時短ということで。ではここからマッシュルームを切っていくんですけど、これ茎の方を下にしちゃうと、すごく不安定で危ないので、こっちの傘の方を下にしてあげると安定してくれるかなと思います。ちなみに今のこの作業をするときに絶対やってはいけないことが1個だけあるんですけど、白い服を着ること。結構トマト汁が跳ねたりするので、もう白い服についちゃったらもう取れないんですよね。せっかくの白い服がね、汚れないようにそこだけはご注意してもらえれば。ということで、ピザソースの下準備が終わりましたので、これからソース作りに参ります。
トマト缶ってどうしてもこう鍋底の方から焦げやすいので、焦げないようにこう下をぐるぐるかき混ぜてあげながら、30分から40分ぐらい一度これを煮詰めていきます。ではまた2秒後にお会いしましょう。やっぱ量が量なので1時間ぐらいかかっちゃいましたね。シャバシャバやったのがこうもったりとしてくれば OK かなと思います。あとは塩コショウで味整えて、で最後仕上げにバジル加えたらピザソース完成。で今回のこちらのソース、粗熱が取れてからこういった密閉できる容器に入れて、で冷蔵庫に入れておけば大体1週間ぐらいは全然持つと思いますんで、なんかこれでパスタ作ったりとか、あとは焼いた鶏肉の上にこれをバッとかけても美味しいでしょうし、なんかいろいろとアレンジは効くかなと思います。ではこれから今回のトッピングの準備に参ります。今回すごくオーソドックスにピーマンとサラミで、先ほど余ったニンニク、そしてバジル。でもとりあえずこのバジルはデリケートなので出番が来るまで冷蔵庫で待機ということで、今からこの3種類の準備に参ります。ちなみにこのヘタのところ以外のこういった綿とか種、もちろん生でも食べれるし、味噌汁の具とかでも使えますんで、ここはちょっと硬くてね食べれないけど。で今回のピーマンはすっごい立派なんですよね。久々にこれでサブチャンネル撮ろうかな。ということでピザソース、トッピングが完成したらあとチーズだけという状態なんですけど、今回ちょっとチーズいっぱい買ってきました。一応今回のメインとなるのはこちらのモッツァレイラですね。言わずと知れたね、マルゲリータとかで使うやつ。今回はこれ以外にこちらの全5種類の食べ比べをしていこうと思います。ちょっと今回のチーズのご紹介をすると、グリュイエールチーズ、エメンタールチーズ、ゴーダチーズ、チェダーチーズ、コンテチーズで、それぞれをもう少し詳しくご紹介すると、このモッツァレラが原産国イタリアのフレッシュタイプのチーズ、カプレーゼとかするとね美味しいよね。でこっちのグリュイエールチーズとエメンタルチーズは前のチーズフォンデュの時にでもご紹介したと思うので、ちょっとあっさりいくと、両方ともスイスのハードタイプのチーズで、特にこのエメンタールはこのチーズアイっていうこの穴が特徴的なチーズなんですけど、トムとジェリーとか出てくる穴の開いたチーズがこれらしいです。でこちらのコンテチーズがフランス原産国のハードタイプのチーズで、これちょっと調べてみたらジュラ山脈っていうところがあって、ここの山頂を境目にこっちがフランスでこっちがスイスで、ここで使われてるチーズがコンテチーズで、こちら側がグリュイエールチーズで、2つとも同じような製造方法で作られてるみたいで、こちらの2つ結構似たような味がするらしいですね。ちょっと食べ比べが楽しみで、このゴーダチーズがオランダが原産国のハードタイプのチーズ、中にはセミハードもあったりしますけど、でよくとろけるチーズに加工されたりとか、ピザ用とかグラタン用のミックスチーズに入ってるのがこのチーズ。もう安定感抜群な子で、こっちのチェダーがイギリス原産国のハードタイプのチーズ。穴通し基礎ってやつでオレンジっぽくしたやつをこのレッドチェダーって言うんですけど、僕これ大好きなんですよね。味に全然癖もないし、で何より綺麗だしね。ではこちらをピザに乗せやすいようにちょっと細かくしていきましょうか。
で、こっちのモッツァレラはもうすぐわかるんでいいんですけど、ハードタイプに関してはこれわかんなくなるかなと思ったので、ちょっと切り方をバラバラにしてあります。こちらからゴーダー、レッドチェダー、グリュイエール、エメンタール、コンテですね。で、僕はこの段階でちょっとこっちの味見をしたいんですね。まずグリュイエール。やっぱ全然癖がないね。で、たまに、チロシンっていうアミノ酸が固まったやつ。ここの周りの色が変わってる部分。これグリュイエールなんですけど、ゴーダチーズとかやったらこういった周りを剥いだ後の部分。ここちょっと硬いので、今回ピザには使わずに、しっかりと焼き溶かしてチーズせんべいみたいな感じにして食べようかなと思います。プライベートでね。ではここから最後の仕上げに参ります。ではこれから早速トーストを仕上げていくんですけど、ピザトーストに合うパンといったらもうあれしかないなと。本仕込み、ふんわり食パン、ロイヤルブレッド、いろんな種類あると思うんですけど、やっぱ一番ピザトーストに合うのはダブルソフト。異論は認める。ということで、横にさらにバジルなんか添えたりして、ピザトーストの完成。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。ピザトースト。で、今回焼きながら食べるということで、こういった布陣で参ろうと思います。てか、お腹空いたので、早速食べていきましょうか。いただきます。じゃあではどれから参りましょうかね。やっぱモッツァレラからいこうかな。フレッシュタイプってね、寿命が短いので。はい、来た。絶対うまいやつ。もう勝った。いやー、最高にうまいね。まず今回のピザソース、結構長いことしっかりと煮詰めたので、トマトの酸味とかが飛んで、トマトの甘みと玉ねぎの甘みがブンとくるね。で、意外と結構チリが効いてて、ちょっとピリ辛な仕上がりになってますね。で、モッツァレラがうまい。塩分とか発酵による香りってものがないので、ものすごくミルキー。やば、てか次食べるやつがない。じゃあ次、エメンタールいこうかな。よいしょ。さすがエメンタール、よう伸びる。
あ、全然違う。味で言うとチーズフォンデュの味やね。チーズ自体の癖がすごく少ないけ、今回のバジルとかの香りを邪魔しないね。うまっ。では続きまして、グリュイエールとコンテ。この時点でもう全然香りが違う。そっくりやね。両方ともすごい食べやすいですけど、2つを比べたらグリュイエールの方がちょっとヘビーというか、ちょっと重厚感を感じるかな。てか両方ともちょっと酸味があるこの感じたまらんね。続いてがゴーダチーズですね。モッツァレラと同じぐらいめちゃくちゃ食べやすいね。なんか例えばチーズがメインに来るチーズフォンデュみたいな、ああいった料理にすると多分ちょっと物足りないかなっていう感じはすると思うんですけど、他の味をほとんど邪魔しないので、どんな料理でも使えるチーズって感じ。今んとこコンテが一番好きかな。ということで、残りあと半分ぐらいっていうのと、せっかくのイタリアンなので、ちょっとお飲み物をね、イタリアのものに変えようかなと思います。よいしょ。イタリアのスパークリングワインのマルティーニですね。ものすごい有名なスパークリングですけど、これうまいっすよね。しかもこれ1本1000円から1500円ぐらいですね。いやー、相変わらずうまいわ。どうしてもシャンパンって辛口のものが多いんですけど、このマルティーニめちゃくちゃ甘いので、なんかほんとカクテル感覚というかね、グビグビいけるよね、これね。んで酔っ払うよね。では後半戦も参りましょうか。では最後がレッドチェダーチーズですね。チェダーチーズ本日も異常なし。いや、やっぱ安定してうまいね、チェダーチーズはね。そして最後がこちらですね、明太チーズ。めっちゃいい匂いする。うめえ。やっぱ明太とチーズの量は合うね。明太子の塩っ気が何とも言えんね。でも食感としては無限プチプチ&無限キュッキュね。というところで、今この中に入ってるものも含めてあと5枚になりましたね。あっという間ではございますか。なので、いつも通りのラストスパートのお時間でございます。じゃあ、ラストスパートごちそうさまでした。いやー、うまかったね。
で、今回いろんなチーズをね、食べ比べしたかったのでこんな感じにしたんですけど、今回のチーズ代だけで多分ですね、1万は軽く超えてますね。いろんな発見があったんですごい楽しかったんですけど、全然ピザ用チーズでいいのかなと僕は思います。まあ、ただ今回のコンテチーズ、いやーうまかったね。今回の塊で1個4000円ぐらいはするんですけど、まあそれに見合った分だけの美味しさはあるのかなと。で、今回のピザ用のソースなんですけど、ちょっと味は変わりますけど、トマト缶じゃなくてケチャップとかにしてもね、それはそれで美味しいでしょうし。で、なおかつお手軽にね、パパッとできるでしょうし。一回まとめて作っておけば日持ちもするし、何かとね、便利かと思いますので、まあ何かのご参考になればなと思います。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。